では続いて、こんばんは。音楽系の、部活に入っている高校2年生です。いつも、朝の、電車でラジオ感覚で聴けるので助かってます。顧問が理不尽すぎて困ってます。理不尽な、人の特徴と対処を教えてください。関係の話ですが、リーダーシップに関するおすすめの本など教えてくださいということなんですが、そうですね。高校2年生で顧問が理不尽な話なんですが、なんて言ったらいいんだろうな。まずですね、理不尽な人って自分の権威を主張する人がいるんですよ。例えば僕も、高校がね、高輪高校ってところだったんですけど、僕、高輪高校の体育教官っていい先生も一人ぐらいいたんですけど、やっぱ残念な先生が多かったんですよ。でも本当俺は日体大でオリンピックの候補選手になる予定だったみたいなことを自慢するようなアホな先生がいて、でね、なんだろうな、自分よりも年齢がはるかに低いわけじゃないですか、高校生とかは。で、そういう奴らに対して、自分よりも年齢も低い、立場も低い、人生も未熟だという風に言ってるくせに、その人たちに対して強権的に来るとか、許容力を発揮できないのって、どれぐらい頭おかしいかっていうと、皆さんが小学生の子供に対して全力で殴り合いをするようなもんなんですよ。言ってる意味わかります？だって自分の方が明らかに勝つし、自分の方が明らかに自信があるんだったら、ね、子供が来て、ね、なんとかバーンとか言ったら、やられたーとか言ってあげるじゃないですか。とか、あとは、ね、その子が、いや、僕はね、テストで100点だったからお2歳の頭いいんだよって言われたら、あ、すごいね、頭いいねって言ってあげるじゃないですか。つまりですね、圧倒的に強い人って、戦う必要がない相手に対しては、負けを認めてあげられるんですよ。で、これが、例えば教師として負けを認めるというとあれですけども、その生徒を認めるって教師の仕事の一つじゃないですか。で、これすらできないって、まず言うと、人としての能力も、大人としての能力も、教師としての能力も足りないんですよ。だから理不尽に扱うことによって、音楽系のその部活で一体何のメリットがあるんだろうと。ごめんなさい、これも言うと敵を作るんですけど、言っちゃ悪いんだけども、よくさ、コンテストで毎回1位を取ってる先生とかいるじゃないですか。ごめんなさい、一個だけやらせてもらっていいですか？生徒がね、楽しくね、コンテストで、なんかそういうね、いわゆる1位とかを取って、生徒たちの主導でやって楽しくやって、生徒たちが、なんかね、スポットライトが当たって、ね、僕たちはね、頑張って高校の時にみんなでね、チームワークをやって、で、コンテスト1位取ったと。そういう自信を持って社会に出ていく。これは素晴らしいと思うんですよ。これは否定しません。ところがね、よくさ、言いません？なんか、すげえスパルタで、いや、僕が指導したらみんなコンテストで取れるんですみたいな頭おかしいこと言ってくるやついるじゃないですか。音楽の先生でも体育の先生でも何でも言いますけど、あれほんと痛い。痛々しい、本当に。だって自分がプレイヤーとして失敗したのを、子供たちのポテンシャルとか若さを使って自分の成果を立ってるだけじゃないですか。だから、言い方だけど、本当に自分が力あると思うんだったら自分でやれやった話じゃんね。自分ができないにもかかわらず、未来の子供たちの青春とかを潰して、強要して、弱い立場の人間を強要してやってるのって、それ搾取してる経営者と変わらないじゃないですか。だから僕はね、はっきり言いますけど、いや、俺が成功させたって生徒たちが素晴らしかったんですって言って自分が後ろに引くことができないような指導者って、特に先生の場合はゴミくずだと思っちゃうんですよね。いや、ゴミだなーと思って。思っちゃうんですよ、僕はね。だから、その理不尽なやり方をしてくる人って、付き合わないのが一番いいですよ。付き合わないのが一番良くて、そして同時に、その理不尽さを覚えておいて、社会に出た時に、その理不尽さが何でもなかった方に踏みにじれるようにしておくっていうのが、僕は一番大事かなと思います。で、一応リーダーシップとして、使える方法としては、テレサ・マーベルさんのですね、本でですね、人間のモチベーションを上げるための方法を教えてくれる本があるんで、これがおすすめです。はい。ちなみにですね、僕、高校生の時に踏みにじってくれた体育の先生はですね、面白いんですよ、この先生。まあ、頭おかしいんでね、あれなんですけど、まあ、そういう、ちょっと狂言的な人だったんですよ。なんかね。でね、僕がテレビに出始めた時に、自分の息子かなんかの子供会に僕を呼ぼうとしたんですよ。なんか教え子だからみたいな理由で、偉そうにですね、僕の会社のね、依頼フォームに連絡してきて、もうゼロが1個か2個が少ないぐらいの金額で、なんか僕を呼ぼうとしたんですよ。だから僕はもう全然普通にブロックしたっていうね。すごいですよね。だからね、こういうことがあるんだよね。だから、なんかね、残念ながらそういう先生は、普通に社会人としても教師としても失格だと思うんで、ねえ、見てるか高輪高校の体育教官。お前だぞ。いい先生もいますよ。大好きだった先生もいますよ。はい、でもお前だぞ。覚えてるかお前。名前言ってってもいいけど、返すだから言わないわ。わざわざここで名前を言うほどの価値がある人間でもないのでね。お前だぞ。わかるだろ？自分の息子の子供会に俺を呼ぼうとした。自分の息子のね、子供会に5万で俺を呼ぼうとしたお前。覚えてろよ。俺は忘れないぞ。
はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。